はい、都知事選挙についての第3弾、今日はお話をいたします。小池百合子都知事がやっと出馬を表明しました。これですでに手を挙げている蓮舫さんと小池百合子さんの女性の対決ということになります。で、これから政策なんか発表されると思いますけれども、今の段階でお二人のプラスマイナス、問題点、課題、私が思いつくままにお話をしてみたいと思います。まず小池さんの方ですけれども、前回40年前に私にも嘘をついてたという学歴詐称の問題がありますね。私はこの問題についてちょっとこういうふうにまとめてみました。やっぱり学歴詐称の問題っていうのは多くの方が指摘なさってるし、特に側近だった方が前回の4年前の都知事選挙の直前にもみ消し工作をやったということを証言してます。これは非常に重いと思いますし、もうカイロ大学卒業したんだからということになってるんでいいじゃないかというけれども、その経歴を立候補するときに選管に出さないといけない、ご自身の経歴の中に書くのか、つまりカイロ大学卒業と書くのかどうなのかと。でそれやるなら、小島さんという元側近の弁護士が起訴すると、訴えると、いうようなことをおっしゃってますね。だからやっぱり選挙戦を通じて、そして仮に当選してもこの学歴詐称という問題、非常に大きくなると思います。それからですね、2番目の問題点はこう書きましたように、彼女が支援すれば選挙に勝つという、神通力、これがなくなってきた。その衆議院補選の東京15区、乙武さん支援して落っこっちゃいましたね。その後もですね、さまざまな選挙がありました。目黒の区長選であるとか、港区もそうでしたね。そういう彼女がついた人が勝つんだというようなことがですね、なくなった。去年はですね、その江東区の区長選挙ですね、去年の12月、それから今年1月の八王子選挙、八王子市長選挙、これは彼女が支援したのが勝ってるんで、やっぱり小池さんすごいなって言ってたら、もう最近は全然ダメになっちゃったと。それから3番目に書きましたのは、自民党との関係ということでですね、自民党は事実上今回彼女を支援すると。そして、事実上の与野党対決という形に持っていくということなんですが、今自民党の評判が悪いと。派閥の裏金の問題でもう大問題になってて、ずっと自民党選挙に負けてきてる。その自民党と組んで彼女プラスなんですかと。自民党に抱きつかれる。ないしは彼女が自民党に手を回す。それで票が伸びるのか伸びないのか。この最近の世論調査、岸田内閣の支持率はどんどん下がってる。これ見ると自民党との関係をどう調整するのか非常に難しいと思いますね。そしてこの点について自民党も賢いですから、直接支援しないで確認団体ということでぼやーっと支援する。しかし実際に自民党公明党がついてるっていうのは分かるわけですから、それがプラスになるかどうかと、これ問題だと思います。さあそこで、蓮舫さんの方なんですけれども、彼女はキャスター出身、テレビ文化人出身ということで非常に小池さんと経歴が似てますね。そういう意味でその知名度を利用してぐんぐん政治家としても伸びていったんですけども、蓮舫さんの問題点、私はこっちも3つ書きました。
大臣やった経験ありますけど、やっぱり行政経験が乏しいと思いますね。それは小池さんは環境大臣とか防衛大臣とかやって知事もやってるから、やっぱり行政のトップになってる期間が長いですね。で、蓮舫さんはそこがちょっと短いんで、これは今から学べばいいんですけども、そういう問題があると。で、野党のトップとして代表やったんですけど、これ1年で辞めちゃった。で、ここにその2番目に老快さの欠如って書いて、これなんだっていうとですね、やっぱ政治家っていうのは今日の友達が明日の敵になるんですね。そうすると、私はこの人嫌いだよとか、この人とうまくやっていけないんだって言っちゃダメなんで、嫌いな人とも一緒にやらないといけない。かつて蓮舫さんは今幹事やってる岡田さんのことをあれはつまんない男だみたいなこと言ったことあるんですけど、そんなこと言っちゃダメなんですけど、やっぱり好き嫌いが激しいっていうのはこれは政治家の欠点なんですね。それからですね、小池さんのように平気で嘘をつく能力に欠けてんですよ。政治家ってのは小池さんみたいにもう何でも嘘ついて7つの公約ゼロでしょって言って8年前ですけど、一つも実現されてなくても知らん顔してそんなのあったのっていう、こういうカエルの顔におしっこかけるっていうビキの面にしょんべんなんていう言い方をことわざで言いますけども、平気の平座、嘘も平気、過去の公約も関係ない、こういう老快さ、したたかさ、マキャベリズム、これがないとやっぱりなかなかやっていけませんね。その点では、まだ揉まれてないと、老快さが欠けてるというふうに思います。そして蓮舫さんについてこの3番目の問題は共産党との関係です。先ほど小池さんについて自民党との関係が問題になるよって彼女はこの蓮舫さんについて言うと共産党との関係が問題になる。つまり早々と立憲民主党と共産党の推薦を受けた。これはいいんです。で立憲民主党は自分の母体ですからこれは当たり前なんですけど、共産党の推薦を受けるってことはプラスかマイナスか。それは共産党支持者の票が集まりますし組織力持ってますからポスターありから何からいろいろ手伝ってくれると思います。しかし残念ながら東京都の有権者の中に共産党好きな人と嫌いな人の比率を言うと嫌いな人の方が圧倒的に多いんです。もう共産党だけは絶対に嫌だっていう絶対にとつくのをこれ拒否政党というんですけども、政治学の用語で絶対拒否するっていう政党のトップが共産党なんですね。そうすると蓮舫さん入れようと思ったんだけど共産党がついてんなら私やめるわっていうこういう人が増える可能性がある。で都知事選挙は無党派の票をどれだけ獲得するかっていうことが非常に大きいわけですね。その共産党支持を打つことによって増える票と無党派で減る票を見たら減る票が多くなるんじゃないかな、そんな感じもしてますから、この共産党との関係、これはかなりリスキー、危険性を伴うんではないかなと、そういうような判断を私はしております。そしてですね、何よりもですね、問題は政策なんですよ。どういう政策をやるかということが一番大事なんです。今小池都政8年間、私が採点したら9大点挙げられません。都市計画やってないんですよ。都市にとって一番大事な防災対策もやってません。荒川とか枝川が決壊したら下町の250万人が亡くなる可能性がある。早く逃がさないといけない。逃がすのは千葉県の方向に逃がさないといけない。橋を作らないとダメなんです。橋が少ないんです。例えばこういうことはやってない。それから高齢者の福祉にしても身体障害者の方にしてもバリアフリーがちゃんとなってないんですよ。東京都なんで東京オリンピック・パラリンピックの時もっとやらなかったか、こういう問題がありますね。何でもばらまきゃいいっていう話じゃないんです。ばらまけるっていうのは東京都の財政が豊かで
日本一金持ちで国から地方交付税交付金1円も受け取らないでやれるからばらまけるんです。だけど本当に大事なとこやってますか。もうしょっちゅう能登の地震じゃないけど地震が来る。東京都直下型地震来たらどうするんですか。こういう政策の問題を蓮舫さん、あなたならどういうふうに解決するんですか。こういう政策同士の戦いをやるっていうことが必要なんですけど、なんか女性同士の戦いだ。2人の女傑が戦ってる。こんなレベルの話をしていたんでは、東京の未来は暗いと思いますんで、ぜひお二人にはしっかりとした政策論争をやっていただきたい。こういうふうに思います。